Where are we? We're in Brasov. こんにちは、みゆです。今回は美しい山々と自然に囲まれたクリスマスシーズンのシビウとブラショフを2泊3日で旅してきました。冬の定番スイーツや地元の高カロリーグルメなど冬のルーマニアを食べ尽くします。では参りましょう。また来ちゃいました。こちらは首都ブカレストからシビウへ向かう途中にあるボロミールパンカフェです。前回の動画でもご紹介しましたが、ルーマニアの大手お菓子パンメーカーボロミールの直営カフェ兼店舗ですぐ近くには工場もあります。看板商品はルーマニアの伝統的な甘いパンコザナックなんですが、クリスマスシーズンということもあっていつも以上にラインナップが豊富で、限定コザナックやクリスマスセットも並んでいました。最近人気のピスタチオ系スイーツも充実しています。カフェではスーパーで手に入らないケーキやサンドイッチをその場で食べられるのも魅力です。私たちもせっかくだったのでいろいろ試してみました。夫はチーズでコーティングされた生ハムとチーズのサンドイッチ、私はキッシュを注文しました。そして私が一番楽しみにしていたのは何といってもスイーツ。量り売りのケーキは一切れが小さいのでいくつか注文してみました。こんな贅沢ができるのはルーマニアのカフェならではです。今回食べたのはカノーリ、レイヤーケーキ、くるみがまぶされたチョコケーキ、そしてエクレア。レイヤーケーキはジャムの甘酸っぱさがアクセントになっていて、エクレアはカスタードがとても美味しかったです。お腹を満たした後はまた店舗に戻ってゆっくりお土産選びに向かいました。夫の大好きなチョコサラミの特大サイズを発見。Yeah, it does have. It does have the Yeah, it's biscuit? just probably more elaborate. It's coated in chocolate. And it's big. It's 1 It's kilo. big. So, this is the brand new Boromir Panettone. This just been released an hour ago when we are the first to try it. And we'll get this one is the, what's it called? Does it Chocolate have? chips and walnuts. And also with rum. with rum. And also this one with pistachio. Because this year's theme is pistachio. So we're gonna try exclusive Boromir Panettone. We were the first to buy these new products. We're the luckiest people on earth. またもや大量のお土産を抱えてボロミールを後にしました。今回は中心部から徒歩7分ほどのアパートに1泊しました。シビウは観光地として有名なので宿泊施設の選択肢が多く、立地が良くてお手頃な宿を見つけやすいのが助かります。That's in Piazza Mare? Yeah, Wow. 1935. It looks nothing like it. Like this, what? Horses. Also Piazza Mare. So this was like a market? Yeah, Like the one- Piazza, it's market. But now it's not really used as a market. It's meeting point. この日一番楽しみにしていたイベントの前にケーキ漬けっていうことで夫はお店でドイツビールを購入。夫曰くシビウにはドイツビールがとても安く手に入るお店があるらしいです。そしてこの日ルーマニアで最も有名な合唱団の一つマドリガルがシビウのアリーナでクリスマスコンサートを開催。実はマドリガルはこの年日本でもコンサートツアーを行っていた世界的にも評価の高い合唱団なんです。一部ではルーマニアの伝統的なクリスマスソング、2部では英語のクリスマスソングが披露されました。
後には子どもたちと一緒に歌う場面もあり、会場はとても温かい雰囲気に包まれました。コンサートを終えて外に出ると、中世の街並みが残るシビウの街がクリスマスのイルミネーションに包まれていて、とても雰囲気のある夜景でした。クリスマスマーケットでホットワインを買って一日を終えました。朝まず向かったのはクリスマスマーケットにある夫の大好物チーズパイのお店。お店の後ろで生地から作っていて、その場で熱々焼きたてのチーズパイが食べられます。実はこのお店、シビウの市場にも店舗を構えていて、前回のシビウ動画でフェスティバルと一緒にご紹介しています。気になる方はぜひチェックしてみてください。ルーマニア語ではプラチンタと呼ばれていて、パイという名前ですが、食べた感じは少しもちもちしていて、パイというよりパンに近い生地です。ここのチーズパイは具が本当にたっぷり。見ての通り汁が出てくることもあるので、食べるときは注意が必要です。恒例のお土産を買いに今回もチビンマーケットにやってきました。ブカレストに比べると価格が安いので、夫もかなり張り切っていました。ここで佐々木蔵之介さんがテレビ番組でミッチを食べていたのをつい思い出します。そして前回も買って美味しかったクミン入りのチーズを求めて、今回も同じチーズ屋さんへ来ました。なんと今回は2キロも購入。夫曰くかなりお得だったそうですが、2キロで6000円弱。正直私はあんまりピンときていません。車のトランクがパンパンになったところでプラショーフに向けて出発しました。ビデオでは撮れませんでしたが、道路の真ん中にも牛がいました。シビウから約2時間半でブラショフに到着。旧市街の中心にあるスファトゥルイ広場ではクリスマスマーケットが開かれていました。広場の真ん中には大きなクリスマスツリーがあり、驚いたのがなんと本物の木だったことです。街のあらゆる場所でイルミネーションがありましたが、一番印象に残ったのはレプブリチ通りのイルミネーションです。この通りはブラショフの中心街にある有名な観光通りで歩行者天国になっています。特別派手というわけではありませんが、屋根のようにずっと続く白熱灯色のイルミネーションと横に並ぶクリスマスツリーがとても上品で落ち着いた雰囲気でした。夜ご飯はセルジアーナというレストランに来ました。ブラショフの旧市街にある人気のレストランで、伝統的なルーマニア料理を中心に東欧・中央ヨーロッパ料理なども楽しめるお店です。こちらはサービスで出てきたジュマール、豚の脂身を揚げたカリカリのおつまみです。ここのは少し温められていて、より香ばしくて美味しかったです。私は豚ヒレのハーブソテーポテトグラタン添え、夫はソーセージを注文。少し変わったものに挑戦してみたのですが、豚ヒレは少しパサついてる印象で、王道の料理の方がやっぱり美味しかったかもしれません。ポテトグラタンはいろいろな具材が入っていて美味しかったです。この日の最後に訪れたのはいつもと少し違う雰囲気のレストランです。焚き火で温まりながらゆっくり過ごせるということで、友達に勧めてもらってきました。飲み物のラインアップが豊富で、私はモヒートを注文しましたが、真冬でも焚き火があれば全然問題ありません。
私たちは旧市街から徒歩20分ぐらいの静かな住宅街にあるアパートに泊まりました。とにかく寒かったので体を温めるためにファーストカップというコーヒーショップに立ち寄りました。まさにこの日最初の一杯です。美味しい。I got the chai latte。以前ブラショフに住んでいた夫に街歩きに付き合ってもらいました。This, I think, the tennis court and everything, it was made by the richest Romanian, Ion Siriac. He made it, and then he donated. He was the second most famous Romanian male tennis player, and he's like the richest man now. And yeah, he did more other things too, but this is one of the projects. So he made this so kids and people could do sports. It's a really nice view. Yeah. ヨーロッパでも有名な幅1メートルちょっとの超細い通りに向かっています。That's the street. Look, it says there. Radasvori. Yeah. You can pass through it. Wow, this is so stupid. So you can tell it's so close. ブラショフの山にはハリウッドサインのようなブラショフの文字があり、そのすぐ近くに街を一望できる展望台があります。そこへ向かうため山を一気に上がれるロープウェイ乗り場まで少し歩いて登っています。ブラショフの旧市街のふもとからタンパ山の中腹まで300メートル以上を一気に登ることができるロープウェイです。徒歩で登る場合、約 3km を1から2時間ほどで山頂近くまで行けるそうです。So far it's really cloudy and you can't really see. Yeah, you can't see nothing. It's gonna rain soon. How many meters up did we go? It's gonna rain? I don't know, about 900. Yeah, it's gonna rain. I forgot to take the umbrella. It's gonna be muddy. Oh. I Even don't better. even have the hood. What? That's true, you don't even have the hood. I didn't realize. You're forgetting a lot of stuff this trip. So this is the side yeah. from the back. Whoa. Ah, yeah, you can see the town Okay. and the This is the beach. Serik. Huh? This is the beach. Oh, yeah. サインの裏を通って展望台にたどり着きます。こちらの素晴らしい景色をご覧あれと言いたいところなのですが、かなり天気が悪くて見晴らしはいまいちですね。夏は天気も良く気温もそれほど高くないので、訪れるなら夏がおすすめです。この日はあいにくの天気でしたが、体力に自信がなくても絶景が楽しめるのは嬉しいですね。山から降りて小腹の空いた夫はピザを一切れ購入。こんな感じでピザを一切れ気軽にテイクアウトできるのはいいですよね。I got myself a giant pizza. Yeah, looks good. 最後にランチを食べに訪れたのは大型スーパーマーケットのカルフール。夫の思い出の場所らしくよく話に出てくるので気になって来てみました。これ全部で1000円程度で温かい食事を安く楽しめるのは最高です。It has a different taste. I like it. I think it's a different. I think they use a bit of lamb. Good. このナスが美味しくて隣の人は3つも食べていました。こうしてお腹も心も満たされた冬のルーマニアの旅は終了です。最後までご覧いただきありがとうございました。
また次のビデオでお会いしましょう。I'm filming you with the flags. Hey! It's amazing. I proved it in the other video. I'll place the link on in the right here. Alright.